皆さんこんにちは。こんにちは。リアルな日本語ポッドキャストのお時間です。こんにちこんにちは。は。今日はゲストに来ていただいています。日本語コーチのけいこ先生です。はい、私の名前はけいこです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあけいこ先生のちょっと皆さんにもちょっと初めてだと思うので紹介をしていきたいなと思うんですけども、はい。けいこ先生はどちら出身ですか？はい、私は京都出身です。京都みんなめっちゃ人気、人気な場所ですね。みんな行ってるかな？ね、多分このポッドキャスト見てる方は多分行ったことがある方めっちゃ多いと思います。有名な場所ですよね。うんはい、お寺もたくさんある場所です。確かに確かに。京都のどういう場所に住んでたんですか？京都の伏見って言って、有名。はい、伏見稲荷神社とかが、赤い鳥居が何本もある場所で有名な神社の近くに家があります。すごい。そこで生まれ育った。そこで生まれ育った。はい、そうなんだ。はい、京都人です。京都人ですね。じゃあ関西弁ですね。関西弁ですね、普段は。京都に何年くらい住んでたんですか？もうでも何年って生まれてからずっとなんで、高校、大学とか20代まで京都に住んでましたね。そうなんだ。そう、私たちね、今沖縄に住んでるんですけど。はい、実は沖縄に住んでます。沖縄は何年前に来たんですか？沖縄は6年前ですかね。結構長い。結構長いです。そうなんだ。きっかけは何なんですか？でも京都って海結構遠いんですよね。で結構ビーチに行ったりとか海のそばに住みたいなみたいな気持ちはずっとあって、それでいろいろ旅をしながらどこに住もうかなって思ってて、最終的に沖縄にたどり着いたっていう感じです。そうなんだ。じゃあもう、海への憧れがあったみたいな。ありましたね。そうなんだ。確かに京都って海のイメージ全くないですね。そう、結構海遠くてビーチってなったら福井県行ったりとか、海じゃないけど琵琶湖で泳いだりとか、そういうことが多かったので、海への憧れがありましたね。なるほど。琵琶湖って泳げるんですね。琵琶湖結構綺麗ですよ。北に行ったら。知らなかった、泳げるの。そっかそっか。知らなかった。そうなんですよ。沖縄は好きですか？いや、住みやすいですね。確かに確かに。いや、いいですよね。海も近いし。ちょっと日本だけどちょっと海外っぽさもあるみたいなところもいいなと思うし、ちょっとなんか人もゆっくりしてるし、あんまり忙しくない感じが合ってるなと思います。確かに京都なんて今人めっちゃいますよね。人めっちゃ多いですね。確かに。この前帰ってましたよね、京都に。この前実家に帰ってました。2週間ぐらいいたのかな。いっぱいいました人。いっぱいいました。でもやっぱりみんなが行くところって嵐山、清水寺とか、こう有名なところにみんな行くから、結構地元の人が行く場所とかはそんなに意外と混んでなかったので、そうなんだ。まだまだ穴場スポットはあるなと思いました。じゃあ私も知らない、日本人でも知らないような地元の人だけが知ってるスポットがあるんですね。そうですね。ちょっと皆さん来た時はぜひ連絡もらったら。ぜひけいこさんに教えます。インスタグラムとかでもね発信してるので、ぜひ皆さんもフォローしてください。はい、お願いします。そっかそっか。ちょっと私も今度京都に行く時は、けいこ先生に連絡して聞きます。ぜひぜひ。はい。空いてるお寺に案内します。ぜひぜひ行きたい。いいですね。京都は多分3年前か4年前に行ったっきり全然行けてないから、また行きたいです。久しぶりにやっぱり帰るといいところだなって思いますね。住む時はそんなに感じてなかったけども、結構夏暑いですよね、京都。夏暑いし冬は寒いんですよ。意外と雪も降りますよね。そう雪もたまに降ったりねするので、結構住むのはね季節この天候的には大変かなって思うけど、遊びに行くのにはめちゃくちゃいろんなスポットがあって、大阪とか滋賀県和歌山とか周りも近いですし、確かに。そう、関西っていいですよね。そうなのよ。それよく言われる。ね、なんか東京と横浜とかが有名じゃないですか。それ以外ってあんまりスポットがないけど、関西めっちゃいろんなとこ行けますよね。大体だから電車で1時間とかあれば隣の県もすぐ行けちゃうんで。確かに。確かに旅行に行くなら関西おすすめですね。確かにいろんなとこ行ける。いろんなとこ行けます。そっか。そう、け
恵子先生は日本語の先生なんですけども、いつから日本語の先生はやってますか？日本語の先生は今だいたい1年ぐらいやってます。そうだそうだ。今生徒さんってどんな生徒さん、どんな国の生徒さんいらっしゃいますか？結構でもいろんな国の生徒さん多いですね。そうなんだ。本当にデンマークとかカタールとか台湾、アメリカ、本当にいろいろな国ですね。私もびっくりしてます。そっかそっか。一番多いのはどの国ですか？結構バラバラ？でも今はアメリカの生徒さんが多いですかね。そうなんですね。でもヨーロッパの方も多いですよ。確かにデンマークってすごい私がいない生徒さん。そうかそうか。なんか日本語コーチになってみて、やってよかったなって思ったことありますか？でもやっぱり自分が知らないことを知れるとか、その国のことを教えてもらえるとか、知らない食べ物を教えてもらったりとかっていう、なんか自分の世界が広がるのもありますね。私たちも広がりますよね。私たちもすごい勉強になりますね。確かに。レベルはどれくらいの生徒さんが多いですか？でも結構本当に一から学びたいっていう人が多いかもしれないですね。じゃあ初級の生徒さん、初級の生徒さんが多いですね。あいうえおからとか？あいうえおから一緒にやってます。そうなんだ。じゃあ初級の生徒さんが得意なんですね。そうですね。上級の生徒さんもいます？そうですね。最近は N2 に挑戦したいっていう JLPT っていう日本語の試験があるんですけど、その N2、1が一番高くて、その次ですね。そこに挑戦したいっていう生徒さんもいらっしゃいますね。すごい。N2 もまあまあ難しいですよね。難しい。私も難しいと思います。そう、日本人でも難しい。日本人でも難しい。すごい。その生徒さんはどうして JLPT を頑張ってるんですか？その生徒さんは日本で弁護士になりたい。弁護士目指してる？弁護士になりたいっていう人で。だからもう日本語はある程度もう自由に喋れる方なんですけど、さらにこうなんかこう弁護士として仕事をするために試験を受けたいっていう方ですね。めっちゃすごいですね。弁護士？すごいですよね。すごすぎる。本当にいろんな方います。結構もう3ヶ月後に日本に旅行するから、日本語習いたいって言って、本当に3ヶ月一緒に練習させてもらって日本語。で一人で日本に来てレストランで注文ができたって連絡もらったりとか、めっちゃ嬉しいですよね。嬉しいですね。確かに確かに。そっか。あれこの前生徒さんとお会いしてましたよね。会いました。京都に帰った時に2人生徒さん会いました。京都でも会ってたんですね。会いました。そうなんだ。どの国の生徒さんですか？イギリスの生徒さんですね。リタイアされて夫婦で日本に旅行来られて、なんかこうクルーズで回るみたいな。クルーズ。なんかゴージャスな旅でした。素敵ですね。それも京都ちょっと案内してあげて、日本酒のお店に一緒に行ったりとか、京都の古民家のお店を案内したりとか、すごく楽しんでもらえたので、よかったなと思って。そうなんだ。もう一人の生徒さんは？もう一人の生徒さんは一人旅で、日本を1ヶ月間かけて旅するっていう。すごい長期。そうで、その方は陶器が好きで、陶芸が好きで、いろんな日本の陶芸を見て回ったり買って回ったり、たくさん買ってらっしゃいました。どうやって持ってくの？そう。だから気をつけてねって、割らないように気をつけてねって。確かに。しかも重たいですよね。そう、結構重たい。そうなんだ。でめっちゃ買ってた。すごい。でもいいですね。そういう趣味があるのいい。もうたくさん焼き物があるし、いろんなね、いますよね。そっかそっか、そうなんだ。目的は本当それぞれですね。旅行とか JLPT とか。そっかそっか。面白い。あとやっぱ漫画が好き、読みたいとか。あと最近生徒さんで言ったのが建築家になって、日本ってやっぱり建築家が有名な方がたくさんいらっしゃるんで、安藤忠雄さんとか聞いたことある。そう、私もちょっと詳しくなかったんですけど、それを見に行きたいっていう人がいるんだと思って。そうなんだ。なんか結構有名な人が作った建物たくさんあって、四国
の香川県にあるなんかでっかい体育館みたいなのが取り壊されるみたいなニュースがあって、でもみんなその有名が作ったデザイナーさんのやつだし、もうそれを守るみたいな感じで、なんかそういろんなトラブルがあったニュースを見ました。そっか。そう今日もね直島ってなんかアートの島って言われてて、いろんなオブジェが直島にあるんですけど、それを見に行く直島っていう広島の離島。はいはい。広島県なんだ。広島県。いや、ちょっと間違ってたらごめんなさい。香川かな。ちょっと待って。なんか香川にもあるんですよ。あの辺ですね。ありますよね。はい。そう、香川にもなんかアートの街みたいないろんなオブジェがあるところがあるんですよ。あ、そうかな。そうだから私より詳しいっていうね。確かに生徒さんの方が詳しい。そっか。今日は何レッスンしてたんですか？今日は3レッスンしてきました。そっか。午前中にお昼にはい。そっか。毎日どれくらいレッスンしてますか最近？最近は5レッスンとか3から5レッスンぐらいですかね。いいですね。いろんな国から。そうですね。そうかそうか。いいですね。そうか。そう今日は海でね、そう撮影をしてるんですけど、私たち今沖縄に住んでいて、そう沖縄は一番日本の南にある島なんですけど、そこに住んでいて、で一番最初台湾と日本の交流イベントみたいな場所でね、そう最初あって、でそこから日本語教師チャレンジしたいってことでいろいろ一緒に活動してたんですけど、そう沖縄は住んでみてどうですか？沖縄住んでみてどうですか逆に。でも最近だね、しおんちゃんの方が最近。あ、そうですね。私はすごいね住みやすいなと思ってて、だからみんなにも本当遊びに来てほしいなと思ってます。ぜひぜひ。全然来てもらったら案内します。おすすめ。すごくいい。そう私はもともとなんか海のない県でそれこそ同じですね育ったので、なんか海に対する憧れが結構あって、そうやっぱり。っていうのもあったし、私北海道出身なんですけど、北海道の後すぐにフィリピンに行ったんですよ、その後に。でフィリピンって結構暑いじゃないですか。でこのまま北海道に戻ったら、私多分寒くて生きていけないって思ったんですよ。いや本当にね、やっぱあったかいってすごい大事なんですよね。寒いの本当嫌いで、それも大きいかも。ね、そう私も寒いのが北海道出身なので結構嫌いだったので、なんか北海道に戻るよりもまだフィリピンと同じような気候の沖縄もすごくいい場所だから来てみたいと思って何回か旅行したことがあったんですよ、沖縄に。で沖縄すごいいい場所っていうのも知ってたし、やっぱ海の近くに住んでみたいみたいなのがあって沖縄に住んでますね。いやあったかいのは本当に大事。いやそうなんか気持ちもアクティブになりますよね。そうなんかこう冬、私本当に京都にいる時に冬の間ずっともう出たくない、布団から出たくないって感じだったけど沖縄だったらね、まあちょっと寒い時もあるけどまだなんとか京都よりもあったかいので、まだ頑張れる。わかる。全然ちょっと羽織れば外全然出れますよね。そう。確かに。北海道とは全然違いますよね。北海道はもう人が住む場所じゃない。寒い、それぐらい寒い。いや住んでる人すごいよ。そうだからマイナス25とか。いや無理やな。出れないです外。無理やな。そう。でなんか日も短いじゃないですか、すぐ夜になっちゃうから一日も短いし、あれ今日なんか何もしてないみたいなわかるっていうのが結構ありましたね。だから沖縄は一日がとても長く感じる。そうね明るい時間が長いしね。そうまあ本当住みやすいですよね。めっちゃ住みやすい。あとはね一つちょっとじゃあ沖縄に何がないかなって思ったら美味しい北陸とか北海道の魚かな。魚はね日本海の魚。確かにそれだけ。なんでないんだろう。そう日本はやっぱね魚が美味しいからね、そういうところは魚だけ。確かに魚好きですか？魚大好きなんです。そっか、それ悲しいですね、食べれないと。そうちょっとお取り寄せが必要になりますね。それはそう。確かに。あと私、温泉めっちゃ好きなんですけど、沖縄温泉なくて。温泉ね、確かにね、ないね。サウナとか好きなんですけど、サウナもあんまりないし、そうなんか寒いとこで入るサウナめっちゃいいじゃないですか。それがね確かになくて残念だけどいいです。
そうですね。温泉は確かにちょっと少ないね。ないことはないけどあんまりないから。確かに。でもこの前日本語の生徒さん沖縄に来てました？そうでしたよね。その陶芸が好きな生徒さんが沖縄に一緒にランチ行きました。素敵。いいですね。その方はどれくらいの日本語レベルなんですか？その方はレストランでオーダーしたいって言ってた人で、一人でレストランオーダーしたりとか、旅行するぐらいだったら多分全然大丈夫っていうぐらいに、すごいいいですね。なってました。はい。そっか。じゃあ1ヶ月間その方回ってるんですか？回ってます。すごい楽しんでました。いいですね。めっちゃ楽しそうだった。そっか。なるほどなるほど。いいですよね、1ヶ月間ね。めちゃくちゃいい。そっか。じゃあ恵子さんの中でなんか得意なレッスンみたいなあったりしますか？得意なレッスン。そうですね。なんかやっぱり自然に日本語を話すっていうところで最初にフリートークするんですけど、そこでこれはこういうふうに言うよとか、自然な日本語を伝えることで日本人とも話せるようになるみたいなところが得意かもしれないです。確かに確かに。結構なんかニュアンスみたいなところですよね。日本人がよく使うような。確かに確かに。あとはそうですね、その旅行とかだったらよく使う言葉ってあるじゃない。これはどこですかとか、簡単なこれありますかとか、そういう言葉、この旅行に必要な言葉を短期集中で一緒に学ぶみたいなのとかも得意かもしれないです。確かに。じゃあ旅行に行く前はぜひ恵子さんと旅行について日本語を学ぶと一緒に勉強できたらと思います。ね、いいですね。しかも京都出身なので京都のこともねよく知ってらっしゃるから関西とかね。そうですね。なんなら関西弁も教えられます。すごい。はい。私も関西弁憧れあります。関西弁憧れあります？なんか訛りがあんまりないんですよ、北海道って。ああ、そっか。そう、意外とあんまりなくって、だから訛ってないですよね。訛ってないですよね。そう、あんまり訛りがないから羨ましいです。ああ、そっか。すごい、私からしたらすごい綺麗な日本語を話すなっていう感じ。どうしても関西弁が出ちゃうから。確かに。6年住んでても関西弁って抜けないんですね。抜けないですね。全然抜けないですね。そうなんだ。沖縄に住む前はどこかに住んでたりしましたか？なんかいろんな離島には住んでました。じゃあもう海が好きなんですね。そうですね。海が好きで。そっか。日本語の仕事楽しいですか？教える仕事楽しいですか？そうですね。すごく楽しく教えさせてもらってます。そっか。いや、いいですね。じゃあちょっと今回ですね、最後に皆さんにちょっと特別なお知らせがあるんですけども、はい、今日ゲストで来てくれた恵子先生なんですけど、実はですね、このポッドキャスト見てくれてる皆さんだけに特別なプレゼントを用意してきてくれました。はい。通常はいつも45ドルでトライアルレッスンを行っていただいてるんですけど、特別に25ドルで。25ドルです。はい。トライアルレッスンを受けていただくことになりました。ありがとうございます。ただし、結構人気の先生なので、枠が埋まり次第終了になっちゃうかなと思います。もしね、気になってる方いたら、ぜひ早めに申し込みをいただけると嬉しいかなと思います。お待ちしてます。特にあれですね、日本に旅行に行く予定のある方とか、あとは初級の生徒さんとか、これから日本語始めたいなと思ってる方とか、ぜひ恵子先生ぴったりかなと思いますので、はい。一緒にやりましょう。いいですね。素晴らしい。楽しみですね。はい。ぜひお申し込み方法については概要欄の方にリンクを貼っておきますので、そちらからお申し込みいただけると嬉しいです。はい。お待ちしてます。なんか今見てくださってる方に、皆さんに向けてメッセージいただいてもいいですか？はい。日本語ってなんか難しく思うかもしれないですけども、一緒に勉強していくことですごく楽しく一緒に覚えていけたらなと思うので、ぜひ受けてみてください。はい。ぜひ恵子先生はめちゃくちゃおすすめの先生なので、ありがとうございます。はい。ぜひぜひよろしくお願いします。お待ちしてます。はい。では今日も最後まで聞いてくれてありがとうございました。ありがとうございました。ではまた次回もお会いしましょう。またね。じゃあねー。